ちのそばが美味しかったかっていうとどっちも美味しくなかったとダメですか？正直ですね、どっちも美味しくなかったですね。緑のたぬきの方が全然美味しいです。最新版のそばの自販機もですね、あれ自販機って言わないらしいです。調理ロボットらしいですよ。あれもさ、なんか、なんつうんですかね、ブヨブヨでさ、しかも同じ駅の同じホームにですね、蕎麦屋さんあるんですよ。そっち行くでしょうか。レトロ自販機の方はこれ単に懐かしさですよね。変な期待をしなかった分だいたいこういう味だろうって分かってた分、まだマシなのかもしれないですね。期待不一致モデルっていうもんが合ってるな。期待不一致モデルとは、消費者の期待と現実で満足度が作られていくとした考え方のこと。期待通りの味ではその後のその商品へのなんていうんですかね、関心が低下するし、期待を下回る味だったら消費者はこう失望を抱いてしまう。満足度を高めるのであれば期待を超えていかないとダメだっていう考え方ね。レトロ自販機はさ、だいたいこれくらいのもんが出てくるだろうと期待が低かったわけですよ。そんで予想通りだったっていうね。で調理ロボットの方は最新のハイテクの調理ロボットですよ。そりゃうまいそばだろうと期待してたらがっかりでしたね。だから期待が大きかった最新の自販機の方が評価は低くなっちゃうのかなーってね。なんだよこんな味かよみたいな。僕が勝手にハードル高くしすぎただけかもしれないですけど。でも満足度ってそのいい商品だから満足度が高いんじゃなくて、あくまでも期待と現実のそのギャップなんですよね。いいやつが評価されるんじゃなくて、クラスの不良がたまたま優しい一面を見せたところでモテ出すとかねはい、ということで今回は新旧のそば自販機を食べてみるという企画でした新しい方の調理ロボットはですね、なんか駅とか、空港とかそういったところで設置されていることが多いらしいので、概要欄に詳細をリンク貼っとくので見てみてください。そしてレトロの方はですね、あれ相模原のタイヤ屋さんなんですよねタイヤを売ってる隣になぜかこうレトロ自販機の世界が広がってるっていうねはい、こちらも、情報を載っけとくので、ちょっと駅から遠いんですけどね、足を運んで、ご興味ある方は足を運んでみてください。この APTV でできるやつの考え方やテクニックを休み朝にご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。